セカンドライブツアーおかえり。ファーストライブツアーよりも成長した自分たちを見せるし、初めての神奈川県なので確かに楽しんでいいスタートダッシュが切れるように頑張りましょう。いきます。ほのか、ひろは、かりん、あやな、あすみ、はな、れな、ゆめ、今を楽しめ、頑張ろうじー。お願いします。お願いします。Ladies and gentlemen, boys and girls, to be alive, come on, let's go! もっともっと楽しまなきゃでしょ。もっともっとトライするべきでしょ。きっときっとなんとかなるでしょ。Gonna be alright。 誰かと自分を比べてみたって君などないと分かっていても羨ましいなって思うことはしょっちゅうあってほらまたないものねだり自信っていう字は自分のことを信じるって書くんだ。なんかしみじみすごくセーフの結果度胸もが足りない性格でもそんなとこは打破すべく次のフェーズへ不安が1ミリもないくらい緻密すぎる準備をして行こうってやろう。うまくいくイメージでして焦らずにその前で行こもっともっとう楽しいものでしょもっともっとトライするべきでしょきっときっとなんとかなるでしょ Gonna be alright。 せーのロージークロニクルです。ロージークロニクルライブツアー2026春タンザリフ初日が終了しましたどうでしたか？そうですね、今回セカンドツアーということでね、新衣装新衣装じゃんこれね、メンバーカラーが入ってたり、ロージークロニクルが入ってたり、もうね、最初からめちゃめちゃ気合入ってたんですけど、結構こうお客さんと盛り上がる部分って結構今回たくさんあるんですけど、なんかもうステージから降りちゃうんじゃないかっていうぐらい本当に皆さんの声もすごくて、だって前のモニター超えてたもん。そう、それぐらい本当皆さんと楽しむこともできましたし、今回こう先輩方のね楽曲もカバーさせていただいたり、本当に楽しいもう一日だったし、いいスタートを切れたんじゃないかなって思います。楽しかった。他のメンバーどうでしたか？はい、今回は横浜公演ということで、はなちゃんがおかえり公演でした。ははい、ファーストツアーの時は東名阪回らせていただいたんですけど、今回はもっともっとたくさんの場所に行けるということで、もう本当に今から回るのが楽しみだなと思いますし、もう公演ごとにレベルアップしていけるように頑張りたいなと思います。さあ、そして花、地元どうでしたか？はい、さっきレナちゃんも言ってくれたんですけど、今日は初日でありながら横浜ということで、神奈川出身なので凱旋をさせていただいちゃって、ありがとうございます。ただいまアンコールの時に皆さんが「はなちゃんおかえり」ってコールをしてくれて、なんか本当にすごい温かい場所にいるなと思って、この初日でさらに皆さんを好きになったので、このツアーではもう皆さんを大好きになってしまうツアーになっちゃうんじゃないかなと思います。頑張ります。はい、ということでツアー始まったばかりですので、皆さんぜひ会いに来てくださったら嬉しいです。お願いします。お願いします。以上、ロージークロニクルでした。バイバイ。バイバイ。ハロステ、今回もお相手はモーニング娘。26の井上遥とジュースジュースの有沢いちかです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りします。まずはハロー SNS チェック。今回は井上遥ちゃんの SNS チェック、4月10日のモーニング娘。26の TikTok です。はい、今日は17期の2人でお届け、皆さんが思うライブで盛り上がる楽曲は何ですか？
っていう TikTok なんですけど、見ましたよ。ありがとうございます。歌方サタデーナイトですよね。そうです。これは、ツアーが始まる前に何本かメンバー全員で、盛り上がる曲とか、よくセットリストに入るような曲をセレクトして踊りました。これは2人で、そうですね、2人で選んだ曲で盛り上がりますし、よくセットリストに入っている曲なので選びました。どういう風にさ、2人でさ喋りながら決めるかめっちゃ綺麗なんか想像できなくて、なんかどっちがさ、なんか案とか出し合うの？でも私が合うかもしれないです。そうなんや。はい、私が何言っても、弓毛たこちゃんは基本的に乗ってきてくれるので、いいやみたいな。はい、そうです。てっきり逆やと思ってた。いや、そうなんですよ。はい。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。ハロープロジェクトひなフェス2026ジュースジュース&ロージークロニクルプレミアムからソロ&シャッフルユニットの様子をご覧ください。すごい楽しくて、いろんなことを想定しながら練習してたんですけど、なんか今までですごい一番楽しかったなって思います。このメンバーめっちゃかっこいい楽曲があるなっていう印象があって、だからなんかこのメンバーで決まった時になんかこうかっこいいっていうかわいいかっこいい系の楽曲やりたいなって思いました。曲いろいろ探してやったんですけど、なんかめっちゃこの曲見つけた時、この曲聴いた時にめっちゃビビッとだなと思ってビビッときて選曲させていただきました。この歌詞が必死な女子だからエネルギッシュな恋愛ソングだから、なんかそれが体からも出た方がいいと思うから、一回ちょっとやりすぎかなってぐらいアクセントしっかりとってやってみて、そこから引き算する方がいい気がする。やっぱり曲がすごい恋愛の曲で好きっていう気持ちをぶつけるみたいな曲なんですけど、そこが足りてないねってダンスの人にも言われてしまったので、本番までにね、なんか感情のぶつけ方みたいなのを歌の面でもダンスの面でも表情の面でも研究して皆さんに届けられるように頑張りたいなと思いました。頑張ります。楽曲自体は結構かっこいい感じなので、バランスがすごい難しいなって思うので、ちょっと頑張りましょうね。頑張りましょう。せーの。頑張るぞー。おー。せーの。左、右、肩、右、そう。ありがとうございます。年はなんかあんまり実は
離れてなくて離れてないんですけど個々がすごい明るめのメンバーといいますかなんか結構芯を持ってるメンバーだなと思うので今回は結構強めの曲を選ばせていただきました。普段はやらない曲なのでユニット曲だからなのですごいなんていうか新鮮な感じの曲ですね。はい。3人の声質がちょっとなんかどっちかというと締めっぽいよりかなっていうふうに私は思っていて大人な感じの曲調をやりたいなと思ってたのでぴったりじゃんと思って今回この3人でできてすごく嬉しいです。そう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 。はい。もう一回。そう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 。それをもう50回ぐらい練習してきて。はい。フリーの動画を見て人の動きを捉えるっていうのが本当に苦手でこうやって実際スタジオに来てやってみると自分が覚えてきたものと皆さんがやってることが全然違くてそれでその修正に協力してもらったりだとか時間がかかっちゃったりっていうのがいつもそのリハーサルで多いので人の動きを捉える力をつけて今回もそのお二人がすごくかっこいいのでお二人のダンスを真似て捉えてパフォーマンスできたらいいなと思います。私はやっぱりダンスが得意じゃないので自分の気持ちに負けないように頑張りたいです。先頭のステージでやらせていただくのでやっぱり私たちより後ろの方は背中を私たちの見るわけなので全身を使ってパフォーマンスした時にこの3人なんか意外とかっこいいじゃんというかなんか新たな一面を見せれるように頑張りたいのと、とにかく3人で楽しみたいと思います。せっかく抽選当たったので頑張ります。なんかうっすらと私はやらないんじゃないかなって思ってたくらいその年持ってる人がやるステージというかすごいなんか貴重な1回っていうそういうイメージがあったのでまさか自分がという感じです選曲は可愛い曲とか元気な曲もすごいなんか自分のイメージには合ってるかなと思ったんですけどなんかそれだけじゃなくて来てくださった方がなんかすごい楽しかったって思って印象に残るパフォーマンスになったらいいなと思ったので皆さんと一緒に盛り上がれる曲っていうのを一番優先事項選曲する時のとして考えてこの曲にしました。どうしてますかじゃんそしたらなんかチュッみたいなやつをみたいなやつをやってはいやって運命を告げてからスッとはい帰っていくどういうチュッが好きかわかんないんだけどめっちゃ平井の仙台特許なのでそれからなんかこうとか歌っぽいそうだねそんなことそれでなんか運命つけたくせに買いますっていうやってもいいそうですね今なんかやっぱその会場の雰囲気とか見てくださってる人がどういう反応を返してくれるかなとかそういうのをちょっと想像しきれてない部分がやっぱり大きい会場なのであるのでなんかちょっとそこは今までにソロをやられた方の映像を見たりとか本家さんの映像を見たりとかしてなんかもうちょっとイメージを膨らませてなんか会場にいる人全員一人残らず楽しんで盛り上がってもらえるようにもうちょっと深みのあるパフォーマンスを目指したらいいなって思います。
ので、なんかあんま笑いすぎないようにしようとかはちょっと結構映像とか見て決めたので、自分の中でそれを実行できるように頑張ります。1番のラストを歌ってるんですよ。結構決めのところを歌わせてもらってるので、いい顔できるように頑張ります。純情はごめんなさい、今しかできない精一杯の愛をぶつけないの。好きよ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 、君が大好きよ。バレたらどうしようかな、それより好きすぎるの。すごく緊張しちゃって、終わった直後にもうなんか安心の涙みたいな流してしまったんですけど、それくらいすごい夢みたいなステージだったなって思いますし、一番その自分らしくなんか曲に合ったような感じで歌えたんじゃないかなって思いますし、そのメンバーさんも一番良かったって褒めてくださったのが嬉しかったので、なんか自分でもそう思うし、自分でもすごい頑張ったなって思います。なんか頑張れたと思います。好きよ好きすぎて意味がわかんない、好きすぎてバカみたい、何よなんなのよ、いけないいいでしょ、さよなられば今いいララバイ、今ならばやり直せるわ、朝まで眠らない嘘よ、これ以上ごめん曰く書いてない、さよなられば今いい。これ言ってる人みんなこれを言ってると思うんですけども、もう緊張以外何もでもないですね。今回初当選なんでね。そうなんだな。本当に緊張して、本当にやっぱうまくいかないとこもあったんですけど、なんか次がいやよくもう本当にね、もう声がいいから何でもいい。もう本当にかっこよかった。中山さんの見せ方がすごいなんかもう本家ですかってくらい本家ですっていう面持ちで立ってるのがすっごいかっこよくて、私もその中山さんって身長も高いですし、私は身長低い分どうやってオーラを出せるかが大事かなって思うので、本家ですって顔をして立てるように頑張りました。なんかドキドキもしてるんですけど、結構楽しみです。なんか幕張がなんだろう、全部一面自分の色になるってなかなか見れる景色じゃないと思うので、結構それを一番すごい楽しみに応援してくださってる皆さんが、見に来てくれてる皆さんが楽しかった、何今のって終われるようなステージを届けられるように頑張りたいと思います。ファクトリーの谷本さんと、あとさやちゃん、井口さやちゃんも見て、私今日のお昼の前田心さんのもうずっと見てて、いつもだったら「あー」とかやりながら見るんですけど、なんかこのお三方の後にやるんだと思ったら結構ドキドキしちゃって、なんか気引き締めて責任感持ってやらないとなって思ってます。私にはあなたしかいないし、あなた以外の人なんてありえないわ。愛されたいの？付きまとわれたいの？いい加減ちゃんと考えなさい。あなたには私しかいないはずよ。だってこれは運命だから。どうする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 3、2、1、カモン。朝のさ、生きられますか？夏が一生二人で眠りましょうか。私を抱いたらおとなしく。
も良かったよとか、前田心ちゃんがすごい泣いちゃっててなんか私もちょっと泣いちゃいそうになったんですけど、なんかすごい嬉しかったです。なんかメンバーだけどなんか一人でもなんかそういう風に受け取ってもらえたのがすごい嬉しかったです。今回この曲をやるにあたってなんかビヨンズはあんまりロック系の曲がないので、なんかどういう声でこの曲を歌いたいかっていうところからボイストレーニングとかを受けて作ってたんですけど、自分のいつもの歌い方とはちょっと違う歌い方を今回は練習したので、それが今後ビヨンズの楽曲に生きてくればいいなって思います。ひなフェスジュースジュース&ロージークロニクルプレミアムからソロ&シャッフルユニットをご覧いただきました。私は初めてシャッフルユニットに当選したんですけど、そうなんですよ。好きすぎてバカみたいを披露させていただいたんですけど、本当に歌が難しくて、なんかやっぱりたくさん練習したんですけど、こうやっぱり自分が納得できる出来ではなくてすごい悔しかったんですけど、でも本当にいい経験になったなって思います。どこが一番難しいって感じですか？ソロで歌ってる部分もそうなんですけど、ユニゾンで歌ってる部分とかもなんか揃えるのが大変。確かに同じグループじゃなくて、各グループから集まってるからこその難しさを、私はずっと舞台裏で見てて、林ニーナちゃんが出てたんですけど、ずっと苦戦してた子めっちゃ音程正確だし、すごく耳が良くて音感がいいんですけど、なんか一つだけつかめない音程があったらしくて、でも全然できてるんですけど、多分意識しちゃって、できないってなってた時に、楽屋で田村さんに一回これ合ってますかって言って、違うこれって言って、でもう一回戻って練習して、もう一回合ってますかって言ってるところの光景をずっと見てたから、裏でたくさん練習して、その安心からかその後にもう大号泣してて、なんかすごくなんか私からしたら、なんかいつも天真爛漫なニーナを見てるから、なんか安心したというか、なんか泣ける環境を作れてよかったなって思って、なんかこれからもっともっと楽しみだなって思いました。応援してるよ。モーニング娘。26の井上遥とジュースジュースの有沢一華がお送りしてきましたハロステ。お別れの時間となりました。2人で MC、したんですけど、どうでしたか？あんまりこうお話ししたことがなくて、ユニットとかでも一緒になることが本当になかったので、すごいお話できて嬉しかったですし、すごい聞きなじみのある関西弁も聞けて安心しました。確かに、そっか。私は、個人的に、井上遥ちゃんのブログがめっちゃ好きなんです。なんていうんだろう、溢れるなんか文才というか、なんか絶対面白い子なんだろうなっていうのを思ってて、でもなかなか話す機会がなかったので、今日こうして2人でMCできて嬉しかったです。ありがとうございます。それでは私たちのこれからの動きを見てみましょう。私たちモーニング娘。は、モーニング娘。26コンサートツアー春レイズオブライトで、全国回らせていただいてて、あと6公演あって、でそのファイナルが決定していて、モーニング娘。26コンサートツアー春レイズオブライトファイナル、牧野マリア卒業スペシャルが、6月24日に日本武道館にて行われます。まだ何をするかもちろん知らないんですけど頑張るのでぜひ遊びに来てください。はい、ジュースジュースはですね、今絶賛ツアー中で、ジュースジュースライブツアー2026アップトゥ11と題しまして回ってるんですけど、あと3公演したらもうピアアリーナ MM での公演が待ってるということで、もうなんか自分
もなんか目の前にいるお客さんをなんか笑顔にして、はい、明日からも頑張れるようなライブができたらいいなって思います。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側に迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はモーニング娘。26の井上遥とジュースの有沢いちかでした。さようなら。